回ファッションアイテム購入品の紹介動画なんですけど、オリジナルで作った T シャツができましたので、先に少しだけご紹介させてください。初めての T シャツということで、私たちのベーシックアイテムになるようなものを作りたくって、今回はシルエットと素材にとことんこだわったシンプルなものを作りました。表は無地、バックプリントで小さくロゴが入っているのと、あとは横から見た時にもさりげなくポイントになるように、左裾に小さく刺繍が入っています。色は白黒の2種類、サイズも2サイズご用意しています。サイズ感とか使用している素材、ディティールについては購入品紹介の後に説明を入れているので、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。それと今回の購入品紹介と合わせて実際に T シャツを使ってスタイリングをしているので、そちらで着た雰囲気などを見ていただけますし、いろんな身長のお友達に来てもらった写真も動画の後半でご紹介しているので、サイズ感の参考にしていただけるかと思います。それで本日よりこの T シャツの予約購入を開始します。一般発売もする予定なんですけど、数量については未定なので、気に入ってくださった方はぜひこの機会にオーダーいただけると嬉しいです。4月26日までオーダーをお受けしていますので、概要欄に貼っているリンクからぜひチェックしてみてください。
色は白黒の2種類で、サイズも2サイズご用意しています。まず1つ目はヒゲさんがいつも着ているような身幅が超ワイドな超ビッグサイズでも丈が長すぎないので意外と着やすいサイズ感だったりします。でもう1つはもう少しいろんな方が着やすいかなというような少し小さめのサイズをご用意しました。もちろん普通の T シャツに比べると全然大きめのサイズ感だとは思いますが、少し小さめというようなサイズになります。素材は今回、肌触りのいいものがよくって、コットンの中でも特に、栽培条件が厳しくって希少だって言われているスビンプラチナムコットンというものを使っていて、本当に肌触りがいい滑らかな素材になっています。綺麗で品があるようなタイプなので、それに合わせてディテールも綺麗な雰囲気にしたくて、首周りについては縫い目の見えないすっきりしたデザインにしています。それとスティッチもあまり表に響かないようなものがよくって、今回天地引き天地縫いっていう縫い方で仕上げていただいています。この仕上げ方はミシンの扱いが難しいらしくって、工場の中でも経験のある方しかできないっていうことで、秋田の工場見学に行った映像もありますので、本当にぜひぜひ見ていただけると嬉しいです。今回作った T シャツはバックプリントと小さな刺繍というもう極めてシンプルなものなんですけれども、シンプルなものこそ素材の質と形が問われるものだと思っているので、肩の落ち方だとか袖丈、あとは着た時のシルエットっていうのを本当に何回も修正を重ねて作りました。リラックスサイズの形なんですけど、生地が品のあるこだわったものを使っているので、シンプルな装いでも綺麗に着ていただけると思います。ほぼ無地の T シャツだからこそ本当にいろんなスタイルに合わせやすいものになっているので、この機会にもうぜひたくさんの方に着ていただけると嬉しいです。はい、アパートメント204はしばらく休止していた、休止というかね、この子供がちょっとお休みしていたものなんですけど、T シャツを作りまして、はい、これなぜ作ったかというと、はい、私がお願いしました。私結構いつも大きい T シャツを着るんだけど、探すのがすごい大変で、ただ大きいサイズがであればいいというわけではなくて、ちゃんとそういうデザインされたものがいいんだけど、そうしないとね、横はいいけど縦が長いとか、大きい T シャツによくあるやつだよね。そうっていう風になっちゃうから、別にそういうわけではない、だけどっていうのあるとすごい数が限られてきて、物もないからすごいいつも大変で、これからの時期特に私は大変だから、そうだよね、意外に T シャツが欲しいとお願いをしました。はい、っていうのを受けて、じゃあ T シャツ作りましょうと、パターンから全部本当にゼロから今回作りまして、どうせ作るなら私はちょっとちゃんとね、そこからやりたい、そこから一回やってみたいと、もちろんただプリントするね、既存のボディにプリントするだけではなくて、それはそれでいいけれど、やるんだったらちゃんとパターンから作りたいっていう話だ。私今そもそも僕の欲しいものもそういうものだから、そういつも言うじゃん、なんかプリントすっごい可愛いけど、なんか形がちょっとねみたいな、形が合わせて買えないってよくある話、ライブ行ってもそうだし、そう、ちょっとでかいサイズ買ってもなんか違うんだよなみたいな話をよく言うから、そうもでかくてもでかいのもないし、そうだからでかいだけのものを買うとだいたい丈が長すぎるんだよね。袖丈もなんかみたいなっていうところで、本当にもうだから身幅はすっごく広くとって、着丈はある程度着やすい感じで、袖丈もしっかり、はいっていうので、いろんなこだわりを、はい詰めた
もう本当に大変だった。大変でしたね。サンプルも結構いっぱい作ったし、そうだね、ちょっと微調整をね、首周りどれぐらい詰めるかとか、ね、ベーシックなシンプルな白T シャツっていうアイテム、結構最初はもう割とパッパっていくでしょうと思ってやってたものが、意外にシンプルがゆえに気になるんだよね、細かいところがね。本当に奥深いというか、そうだね、そうミニマルなもの、なんかベーシックなものこそやっぱ隠せないというか、そう一つ一つのそのちょっとしたディテールとかがめっちゃなんていうの気になってしまうみたいなのがあって、いろいろあったんですけれども。はい、T シャツじゃなくても何でもあなたはそうなんで、基本的にはそうですけどね。ただ T シャツって簡単そうだけど難しいよってことが言いたかったっていうだけ。本当にこんなにいっぱいある T シャツなんだけど、あれって本当になんか結構絶妙なバランス感で成り立ってるのかなとか。そうだね。そうでもそうだと思う。結局僕だってその欲しいって言ってるのも、その着た時のそのシルエット感とか、こうどんな感じかみたいなのが大事にしたいから、そうだよね、多分大変だと思う。そうなんか意外にね、これだっていう T シャツ探すの大変なので、はい、素材選ぶのすっごい大変で、本当に数がありすぎて分からなくなるみたいな、パンクしちゃうみたいな数で、じゃあその中で何を基準に決めていきましょうかみたいな話があったんだけれども、本当にもう肌触り、そうだね、これは分かる、持ったら分かると。そう、もうこれ本当に違うから本当にいい、素材を使っていますと、スビンコットンっていうそのコットンの中でも超希少なものがあって、でそのスビンコットンの中でも、スビンコットンってそもそもなんかその成長するのにめっちゃ時間が普通のコットンよりも時間がかかるらしくって、がゆえに育てるのが結構難しいと、長ければ長いほど虫がつきやすかったりなんだりっていう話があって、でそのスビンコットンの中でも初摘み、こうファーストピックしたものだけを使ったコットンをスビンプラチナムコットンっていうんだけれども、今回それを使っていますと。なんで本当にでもこれはね、そんなに詳しくない私でも分かるから、これはそうだよね、サンプルのあれ普段着てる T シャツとは違う感じは分かる。そうだよね。で大体こういうビッグシルエットの T シャツって結構素材によって見え方がだいぶ変わる、だいぶ変わるでしょ。特にこの大きかったりする。そうそう。でなんか結構なんていうのかな、普通のコットンのなんていうの、よく見かけるような感じのコットンのものももちろんいいんだけれども、なんかだいぶカジュアル寄りなものはたくさん持ってるから、じゃあ今回せっかく作るんだったらなんかこう大人なビッグサイズのねものが作れたらそれはいいのかなと。綺麗な感じ、そうだね、大人なんで本当に、いいバランスだよね。そうシルエット自体若干カジュアルなあれなんだけど、生地で少し大人な感じっていうのがいいバランス。そう品のあるワイド、ビッグ T シャツ、品のあるビッグ T シャツみたいな感じで作っておりますと。で今回作った T シャツはもちろん私が欲しかったので、そこを基準に私が幸せなサイズっていうのはもちろんあって、そこがもう本当にマーセブ T シャツみたいな感じで、でかい超大きいサイズ、でこのサイズだと例えば私なんかが着てもとってもでかいので、けどいけるんですけどね、いける、全然いける、スタイリングの仕方なんだけど、もうちょっと着やすいサイズがあってもいいよねっていうところで一応2サイズ、ちょっとだけちっちゃくしてる。そうこのサイズのグレーディングがマジで大変だったんだけど、言ったのが別の T シャツ2枚作るみたいなレベル感で、普通のグレーディングだとちょっとサイズが飛びすぎちゃうからみたいな話で大変だったんですけど、一応2つサイズをご用意していますと。これタグも可愛いんで見てもらえると嬉しいね。タグね、あとね、ちょっと大きいかなって思うかもしれないけど、ちゃんと丈がすごく長くはないので、意外と多分着れると思うので、ぜひ今回をちょっといい機にねなんかちょっと大きいサイズもチャレンジしてもらって、なんかもう嬉しいなと思うし、ちょっと僕みたいな人がねいっぱいいても嬉しいなと思うのでぜひでもね、そんなに大きいけど丈がね長すぎないので、すごくねいいと思うので、ぜひねちょっとトライしてもらいたいなっていう気はする。なんかね、ゆったり着れて気持ちいい。いや本当に気持ちいい、肌触りいいし、
本当にそうそうそう、なんかね、ゆったりと。そうっていうのが私が最後伝えたかったことです。そうだね。うん。はい、もうぜひ買ってほしいって感じですね。あ、起きた。ね、ちょうど起きましたね。はい。で詳しいことはまたちょっとこの動画のね最後に、工場見学とかも行ったからね。そうだね。行ったから実際にそう作っている場所、やっぱ物作る時にはこんな感じで作ってる場所があるんですよっていうのもやっぱり知っていただきたい。っていうか私たちもっていうか、そう、私がめっちゃ好奇心がある、見たいし、それをもう見てほしいみたいなところがあるから、それを見ていただきたい。もうぜひ見ていただきたい。はい、ありがとうございます。はい。30年近く前に、この先日本でものづくりするんだったら、めちゃめちゃロットの大きいものはないだろうから、一枚長さで、やっていった方がいいんじゃないかっていうことで、それこそ秋田の始まりはバンドル方式でみんな座ってるって言ったんですけど、今タッチムシンって言って立ってる虫なんで、そこが変わった時は、正直1日8時間ずっと座って縫ってる人が立った時にはすっごく大変でした。相当変わったんです。でも今プリントだけ先に入れさせていただいたので、ここからまずは最初買った感じですけど、伸び止め。セットして。すごいこう切りながらやるんだ。すごい都度そうやって調整。エリデがつくので、はい。すごいなんか機械いじれるってめっちゃかっこよくないですか？ねえ。すごい。これあれですよね、めっちゃ簡単にシャシャってやってるように見えてめっちゃ難しくないですか？ですよね、なんかその伸びる素材だから。わあ、もうできてる。すごい。選ばれし
集大成がポニーだ。全ての欲しいを使いこなす。歴何年？43年。すごい。やばい。てか早技すぎてついていけないよ。すごい。ごめんなさい、もう一回いいですか。これが8ミリのファインダーなので、はいこの襟付けのロックが今やったところロックが広すぎるとここからロックが出てくるんですよ。あー、それそっかでわざわざ細くしてあ、隠へすように。え、なるほど。あっという間に。普通は出ないんです。これちなみに何がどう難しいんですか。この子がちょっとでもこの上に上がればもうここに穴が開くんです。穴が開いちゃう。カットされちゃうんですよ。上がるとこれ以上これよりもここに上がるとはあ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 。こうした感じで。はい、いつもの。もう始まってる。早い。さすが。いや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 。すごい。ありがとうございます。下から吸い込む。はい。あ、風が。ああ、なるほどなるほど。へえ。読み込んでんのかな場所。あ、今来てる。すごい。それでもやっぱりこれって機械でやった方が早いんですか。それでもっていうか。ハサミでやるよりはあー明らかに早いです。あー、
すごい。この形で切られるんで、あの傷をああやってかわしてるんです。すごい。絶対ゲーム得意です。しかもちょっとなんか本当ゲーマーっぽく。そう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 。